ラティオスのステータス解説。ジャスパルと申します。ラティオスと心の雫イベントで再び我々を古びた庭園に迎えてくれたラティオスのステータスが判明したようなので、皆さんと一緒に確認していきながら解説考察していきたいと思います。解禁初日の情報であるため間違っていることなどあるかもしれません。その場合概要欄コメント欄にて補足訂正いたします。ご了承ください。事前に文面だけは発表されていたメインスキル流星群、やはりと言うべきかとんでもない威力でした。それでは参ります。ということでラティオスのステータスこちらとなったようです。ドラゴンタイプのスキルが得意なポケモンでした。お手伝い時間2800秒ってことでラティアスと同じ。食材はトマト、卵、ミルクで A トマトはこちらもラティアスと同じ。イタリア、ベネツィアその類ということなんでしょうかね。そしてまずはここから参りたいと思います。メインスキル流星群の性能、こんな感じになってるみたいです。スキルレベル6がマックスのスキルとなっていて、レベル6の時なんと自身の木の実48個と味方の木の実3個 ×4 匹の合計60個の木の実を集められる、そんなスキルでした。通常の木の実バーストが合計50個の木の実を集めるスキルになっているので、この時点で 1.2 倍ほど強いっていう感じになっていますね。そしてドラゴンタイプの種類のボーナス、ドラゴン5種族で編成できているときは自分の木の実58個、味方のドラゴンの木の実5個 ×4 匹イコール20個で78個になります。木の実バーストの 1.56 倍、やばいですね。さらにラティアスが一緒にいるときボーナスが加わります。レベル6の時はラティオス自身の木の実をプラス10個してくれるみたいです。なのでラティオスの木の実が68個と味方の分20個で88個になりますね。通常木の実バーストの 1.76 倍です。やばすぎます。そもそも自分の木の実68個の68個ってクレセリアのエスパー5匹編成してる時の木の実バースト一発と同じ数なのでやっぱり書いてあることいかれてますよね。ただしどうやらスキル確率は低くなっているらしく、そこでバランスが取られているようなんですが、だいたいドラゴンの木の実エナジーってエスパーの 1.35 倍くらいあるんですよね。なので木の実88個をエスパー換算にすると118個くらいになりますそして草タイプの木の実よりも 1.17 倍くらい強いので、草タイプ換算すると88個は103個くらいになるはずです。なのでスキル期待値が樹海院の半分とかだとさすがに弱いんですが、スキル天井もありますのでおそらくどうやっても半分にはならないはずですね。そんなとんでもなくヤバそうなことが書かれている火力スキルとなっています。この流星群ポイントとしては他の木の実バーストよりも自分の木の実が特に多いタイプとなっているので、ラティオス自身のレベル上げが非常に大切になってきそうです。そこに育成しづらいという伝説ポケモンの特徴が乗っかりますので、この火力が許されているということなんでしょうかね。この辺りはダークライとかと似ているような気がします。特別なポケモンだし育成しづらいから許されてるみたいな感じでしょうか。ってことでラティオスのレベル上げは基本的にはラティアスよりも重要になるかなと思うので、ぜひもしねうまいことゲットできたら飴の交換なんかも検討してみてください。なるべく飴ブーストに回してがっつりレベルを上げてあげたいところですね。そんな自分の木の実もりもりであんまり味方に頼らない流星群木の実バーストでしたね。もう一刻も早くレベルを上げて使ってみたいところです。ほんと周年でも通常飴ブーストやってほしいですね。ってことで流星群はやはりヤバそうだってことで改めてステータスの解説していきたいと思います。ラティオスドラゴンタイプのスキルが得意なポケモンでした。これまでの伝説ポケモン同様スキル得意でしたね。やはりというか流星群が強すぎてこの能力だとむしろスキルしか無理だったということなんだと思いますね。置き土産とかシンプルビームみたいな絡め手はなしでポケモンスリープでは火力特化となる流星群お兄ちゃんですね。そして
お手伝い時間は46分40秒、2800秒ということで、ラティアスと同じです。ドラゴンタイプとしてはそれなりに速いので、木の実の数 S はやはり強力そうだなと思います。木の実を集めるのがお仕事になるでしょうしね。ただし、ラティアスよりは食材確率が高くなっているみたいなので、必須って感じではないように調整されてそうだなと思ったんですが、間違いなく大当たりスキルの一つではあるかと思うので、もし木の実 S ラティオスをゲットすることができたら大切に育ててあげてください。そんなお手伝い時間2800秒でした。続いて、集める食材、トマト、卵、ミルクってことで、ミルクはドラゴンタイプとしては初めてになりますね。トマトはラティアス、卵はチルタリスがいます。で、トマトはラティアスと一緒の食材で、映画の舞台にもなったアルトマーレがイタリアの水の都ベネツィアをモデルにしているので、イタリアンってことでなんとなくわかる気がするんですが、卵とミルクはなんでなんでしょうかね。で、これなんとなくなんですけど、ラティアスとラティオス食材逆なんじゃないかとちょっと思ったんですけど、もしかすると卵もミルクも妹のお世話をしている的な、ちっちゃい頃からラティオスが面倒見てて育ててたとか、そういうことだったりするんでしょうかね。なんかね、こう妹の方が重たいかぼちゃを持っていたりとか、泥だらけになってキノコ掘ってたりとかしそうなので、食材逆なんじゃないかとちょっとね、こうステレオタイプ的なジェンダー感で思いはしたんですけど、ラティオスがずっと卵とかミルクとか栄養のある食材で妹の面倒を見てくれたおかげで、ラティアスも立派に育って元気にかぼちゃが運べるようになったってことなら素敵そんな食材になっております。ただし、レベル60卵もミルクもエナジー的にはトマトよりちょっと損しているよりの食材にはなりますね。最大所持数がそこまで多いポケモンではないので、意外と卵の3個は嬉しかったりするかもしれません。ビビたるものすぎるんですけどね。そんな食材、トマト、卵、ミルクでした。そして最大所持数は19個。ここもラティアスと同じです。めちゃくちゃ少なくはないんですが、多いというわけでもないので、お休みリボンとかつけてあげたい感じですね。一緒にたくさん寝て、レベル上げもリボンコンプも目指していきましょう。そしてゲットするためのフレンドポイントは30。伝説のポケモンのいつものやつです。気合でお迎えしましょう。そんなラティオスは伝説のポケモンなので、ポケモンスリープにおいては育成に必要な経験値が通常のポケモンの 1.8 倍かかる非常に育成に時間のかかるタイプとなっております。レベルが重要なので、雨ブーストなども駆使して気合で育て上げたいところです。一応間もなく開催されそうなサマーフェスでは例年雨ウロボなんかが登場しますので、ドラゴンタイプの雨ってどのポケモンも非常に貴重なんですが、ちょっと検討したっていいかもしれませんね。そして特別なポケモンは1匹目にゲットする個体の性格サブスキルが全リサーチャーで共通のものとなっております。サブスキルは睡眠 EXP ボーナス、スキルレベルアップ S、最大所持数アップ L、お手伝いスピード S、スキル確率アップ S、レベル100まで育てばはちゃめちゃという感じのサブスキルになっています。そして性格は無補正、素直ってことで、妹のラティアスが頑張り屋だったので、頑張り屋とか真面目とかになるのかなと思っていたんですが、素直ないいお兄ちゃんということみたいです。なお、レベルと食材に関しては1匹目からランダムとなっております。おそらくレベルはリサーチランクに応じて変わるんですが、現在最大の65だと26、27、28、29、30の5レベルの範囲からランダムになるかと思います。育成が大変なので、なるべくレベルが高い方が嬉しいですね。そして本来特別なポケモンはチームに1匹までしか編成できないものの、ラティアスとラティオスだけは一緒に編成することが可能となっております。これめちゃくちゃ強そうなんですよね。ラティアスはもともと 0.5 サーナイトに 0.5 エルレイドを足したような能力だと私は評価してるんですけど、ラティオスがいることによって 0.9 エルレイドくらいまでパワーアップするので、同条件のサンダースとかウィンディよりも強くなるくらいお手サポ部分が強化されます。これもお兄ちゃんが一緒にサポートをしてくれてるんでしょうかね。もうお兄ちゃんを遂行しすぎてますね。ぜひとも一緒に編成してあげてください。といったラティオスのステータスでした。いかがでしたでしょうか。
いや、流星群本当に書いてあることやばいですね。やっぱね、伝説のポケモンですし、流星群自体もドラゴンの奥義っていう感じがあるじゃないですか。本当にまさしく奥義にふさわしいとんでもない火力のスキルだなと思いました。ぜひ皆さんのラティオスの感想、評価も教えてください。さあ、それではここからはラティオスの能力についてもう少し深掘りして見ていきたいと思います。いつもお世話になっておりますレノンクスポケスリ攻略ツールさんではすでに食材確率、スキル確率の分析が完了しているようです。ということでラティオスの食材確率、スキル確率、こちらになってるんだそうです。食材確率 19.8%、スキル発動率 3.0%。まあこれが限界だったんじゃないかと思うような数値になっていますね。ちなみにスピードが同じラティアスが食材確率 11.4%、 スキル発動率 4.9% なので、木の実 S の相性も妹の方がよっぽどいいですし、所持数も埋まりにくいですし、スキル率なんて 1.5 倍以上高いということになっているんですが、ご安心ください。ラティオスこれでもちゃんと強いです。それぐらい流星群一発の火力がとんでもないんですよね。ってことで他のポケモンたちと比べて簡単に能力の比較してみようと思います。まずは木の実の能力を簡単に見ていきましょう。こちら全員木の実の数 S を持っている想定の木の実エナジーのグラフとなっています。レベルは60、元気の設定は現実的で1日に18回復 ×4 回、睡眠時間9時間3食付きの想定です。ドラゴンの最終進化としてはジジイロンの次と下から2番目になってしまうくらいライバルたちが強いんですよね。本当に食材確率に圧倒的と言ってもいいほど差があるので、ラティアスの方が木の実の数 S の適性は高いんですが、ラティオスは求められる役割がそもそも木の実集めになると思うので相性最高ですし、海流近く木の実の能力があるっていうの十分強いですからね。気づけばね、海流も、この位置まで下がったというかなんというかっていう感じなんですが、木の実の能力十分高いかなと思います。でもこれくらいにしないといけないくらいスキルが強いんですよね。お次スキルの期待値見ていきましょう。こちらは木の実バーストのポケモンたちで並べてみました。性格サブスキルはなし、ラティオスの木の実プラス1個もなくしてます。それ以外の設定は先ほどと同様です。ラティオス木の実バースト族として考えると最下位に位置しているようで、ほぼジュプトルくらいのスキル期待値となっています。クレセリアは元気オール族なので置いておいても、樹海院の 83% ほどの期待値しかありません。ざっくり 0.8 樹海院ですが、皆さん最初にお伝えしましたよね。スキルの期待値が樹海院の半分くらいならさすがに弱いだろうと。 0.8 樹海院十分やばいんですよ。ってことで簡単にこの 0.8 樹海院のやばさチェックしてみましょう。こちら基本の設定はこれまで同様となっておりますが、一番左のラティオスがスキル確率アップ M、 お隣木の実の数 S、 クレセリアはスキル確率アップ M、 樹海院は木の実 S、 ボーマンダは木の実 S お手伝いスピード M、 意地っ張りの最強といっても差し支えないほどのボーマンダです。彼らの木の実の個数比べてみましょう。ドーンってことで左から318個、316個、367個、289個、242個ってことで、ラティオスの木の実バーストは計算ツールの上では一発78個分で計算されているんですが、ラティアス込みであれば88個になりますので、ラティアス込みの想定にしてあります。でクレセリアもエスパー5匹の場合の想定ですね。でまず比較ではなくラティオス同士の比較の話からさせてください。スキル確率アップ M と木の実の数 S の差なんですが、今回の設定だとわずかにスキル確率アップ M の方が強くなっています。ここ絶妙な調整なのでなんとなく覚えておいてください。木の実 S の方が弱いかというとそういうわけでもないんですよね。なぜならこの流星群はラティアスがいるという想定なので、ラティアスのお手サポ部分が木の実 S を持ったラティオスに当たることで木の実が2倍になるので、なんなら木の実 S の方が強いと言っても差し支えないかと思います。くらいの絶妙な調整です。でこの計算ツールの設定が毎分タップになっているので、所持数は寝ている時以外こぼさないという想定の値になってるんですが、木の実 S ラティオスは所持数のスキルがないと4時間前後くらいで所持数が溢れてしまうみたいなので、そうするとスキルの期待値が下がっていってしまいます。ってことで所持数をこぼさず
ラティアスも強いみたいな状態だったら木の実 S の方が強そうなんですけど、スキル型も全然負けてないぜってことで本当に絶妙な調整だと思いました。まあそんなわけでね、ラティオスの中でも一長一短ありながら他のポケモンとの比較やっていきたいと思います。まず木の実エナジーが同じなので比較しやすいボーマンダから。これはもう見てわかる通りですね。最強レベルのサブスキルを持ったボーマンダの 1.3 倍くらい木の実を集めてしまいます。もうこれだけでヤバさ伝わりますよね。そして樹海木の実の量勝っています。さらにドラゴンタイプの方が草タイプより木の実エナジーが 1.17 倍ほど高いので、ラティオスの木の実を草タイプのエナジーに換算した個数に直すと318個ではなく372個ほどになります。とんでもない火力です。まあそれはそうとして、ラティオスはドラゴン統一でこれなので、樹海もやっぱりイカれたポケモンなんですよね。これで厳選育成の難易度ははるかに低いですし、樹海もやはり化け物だなと思います。ちなみに樹海はスキル確率が上がってるより木の実 S を持っている方が集める木の実多くなるので木の実 S で計算しています。さあそしてクレセリア、木の実の数では負けちゃってるんですが、ドラゴンはエスパーの 1.35 倍ほど強いです。ってことでラティオスの木の実をエスパー換算するとおよそ429個ってことで、まあ化け物ですね。ちょうど68個分多いので、クレセリアの木の実バーストより一発分ほど多く木の実を集めているくらいのそんな火力になっています。なおクレセリアはこれに元気オールもついてきますし、スキルのポケモンとしてはトップクラスに食材の能力も高いので、クレセリアの化け物度合いっていうのも伝わってくるんじゃないでしょうか。マジでね、クレセリアも伝説してますね。ってことでラティオス、スキル期待値こそかなり低いんですが、実態はちゃんと樹海クレセリア超えのバケモン火力を出せるポケモンなので、火力に関しては間違いなくアンバー最強というか全ポケモン最強と言ってもいいんじゃないかなと思います。そんなラティオスの簡単な比較でした。ということでここまでを見ていかがでしたでしょうか。木の実 S 必須というような調整にもなってないですし、伝説のポケモンで火力に全振りしたらこうなるぜっていうのを体現してくれているような、そんなポケモンでもあるのかなと思いました。ドラゴン統一を組む難易度こそあるんですが、ドラゴンのポケモンたち全体的に非常に優秀なので、ぜひとも狙ってほしいチームの形かなと思います。そしてラティ兄弟の絆の力が解放されるのはいつになるんでしょうかね。この2週間のラティオスと心の雫楽しんで、そしてラティオスのゲットも目指していきましょう。そんなラティオスのステータス解説でした。ぜひ皆さんのラティオスに対する評価も改めてお聞かせいただけたらと思います。コメントお待ちしております。ということでここまでご視聴いただきまして誠にありがとうございました。お相手パルでした。よろしければ動画にグッドやハイプで応援いただけますと動画制作の励みとなります。いつも本当にたくさんの応援ありがとうございます。それでは皆さんに素敵な出会いがあることを願っております。2週間楽しんでいきましょう。今日も元気にいってらっしゃい。またね、バイバーイ。